マットの上には座らないようにしてください。落下してきたクライマーに巻き込まれる可能性があります。登っているクライマーの真下、真後ろには絶対に入らないようにしてください。連続でのトライはしないようにしてください。他のクライマーがトライできなくなってしまうことがあります。他のクライマーとは距離を空け、コースが被らないよう順番を守りましょう。クライマー同士の距離感は3メートル間隔に1人ずつでお願いします。登るときは必ずクライミングシューズを着用してください。裸足で登ると怪我をすることがあります。ホールドはごくまれに破損、回転する可能性があります。ホールドが破損、回転した場合はすぐにスタッフを呼んでください。ホールドのボルト穴には指を入れないようにしましょう。指を怪我する可能性があります。安全な着地とは、ゴール付近まで登ったらある程度の高さまで一旦降り、着地点をしっかりと確認してから両足で膝の屈伸を使い着地しましょう。ゴール付近や高さがあるところからは飛び降りないでください。捻挫、骨折することがあります。着地は必ず両足でしましょう。片足での着地は捻挫、骨折することがあります。着地の際は必ず膝の屈伸を使い衝撃を緩和しましょう。膝が伸びきった状態で落下すると衝撃で腰や背骨を骨折することがあります。落下時は地面に手をつかないようにしてください。肘、手の骨折をすることがあります。背中、腰、首からは落下しないでください。むち打ちや骨折の恐れがあります。着地に不安があるときは無理をせず、安全に着地できるよう常にご自身でコントロールしてください。テープの色で登るコースの難しさが分かるようになっています。その難しさをグレードというんですけれども、表がこちらにあるわけですね。上の89水色テープ、これが最も優しいグレードで、下に行くに従って難しくなっていきます。ではこれからコースの登り方について説明をしていきます。登るコースはテープを見ると分かるようになっていて、同じ色、そして同じ形のテープが貼ってあるホールドだけを使って登っていきます。ではこれからこの水色の細長いテープのコースを登っていきたいと思います。そしてこのコースを登るということは、この水色の細長いテープが貼ってあるホールドだけを使って登っていくわけですね。で、コースには必ずスタートのホールドとゴールのホールドが設定されています。スタートのホールドのテープには必ずS という表記があって、ゴールのホールドには G という表記がしてあります。もちろんスタートからゴールに向けて登っていくことになります。登るコースには手足限定と足自由、この2種類があります。この2種類はスタートのテープを見ることで見分けられます。まずこちら見てみましょう。スタートのテープに S という表記だけのもの、これは手足限定です。この手足限定の課題は
登るときに手でも足でも決められたホールドのみを使用して登っていく必要があります。これはスタートからゴールまで手も足も決められたホールドのみを使って登るということになります。そして次、こちら見てみましょう。スタートのテープに S 足自由と記載されています。この課題は足自由で、登るとき手で使用するホールドのみが限定されています。足で使用するホールドはどれを使っていただいても構いません。この場合も、この足自由っていうのはスタートをする時からゴールまでずっと足自由ということになります。ではこれから実際にコースを登っていきたいと思います。さあそれでは登る前に必ずマットの外の安全な場所からホールドの配置を確認しておきましょう。これで登るときにホールドが分からなくなったりしづらくなります。そして次、マットに上がる前に必ず周囲の安全確認を行いましょう。まずぶつかる可能性がある付近を登っているクライマーがいないかどうか確認します。そしてもう一つ、自分が着地をする足元の場所、ここにも物があったり人がいないかということをしっかりと確認しておきましょう。確認が取れたらマットに上がっていきます。では登っていきたいと思います。まずスタートの仕方。スタートをするときには3つの決まりがあります。まず1つ目はこのスタートのホールド、これを両手で持つこと。そして2つ目はマットから体が完全に離れること、つまりどこかのホールドに足を置きます。そしてこの課題は足自由ですので足はどこでも構いません。これは片足だけを置いてもらってもいいし、両足ともどっかのホールドに置いていただいても構いません。そして3つ目はその状態で一度安定して止まります。これは1秒か2秒ぐらい止まることができれば大丈夫だと考えておいてください。スタートができたらその課題のテープのホールドだけを使って登っていきます。これは全て右手で持っても問題ないですし、左手で持っても構いませんし、持ち替えたりしていただいても全然構いません。また使わなくても登れるというホールドがある場合にはそれを使わずに飛ばしていただいても構いません。さあそうやって登っていくとゴールにたどり着きました。ゴールをする時にも決まりがあって、ゴールのホールドはしっかりと両手で保持をして安定することができて初めてゴールが認められます。ゴールしたらあとは降りていきます。降りる時はどのホールドを使っていただいても構いませんので、安全に自分の力で下の方まで降りていきましょう。ある程度の高さまで降りることができたら必ず着地点の安全を確認していただきます。確認が取れたら壁から少し離れるようにして、最後はしっかりと両膝の屈伸を使って安全に着地をしていただきます。そして登り終わったらすぐにマットの外に出るようにしましょう。セパレートスタートについて説明していきます。セパレートスタートの場合はスタートのホールドが2つあり、それぞれのスタートのテープに右左という表記があって、右手を右左手を左のスタートホールドを持ってスタートしていきます。